ZGMF-MM07 ズゴックおよび ZGMF-X191M2 インフィニットジャスティス2式は劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムにおけるアスラン・ザラの登場機です。ターミナルの諜報員として活動していたアスランはズゴックに登場していましたが、キラの窮地を救った際に真の姿であるインフィニットジャスティス2匹となり、ブラックナイトスコードシバとの激闘を繰り広げました。またそんな本機をサポートするキャバリア・アイフリッドも登場。多くの場面で活躍してきました。今回はそんなズゴックとインフィニットジャスティス2匹、そしてキャバリア・アイフリッドについて解説させていただきます。アスラン・ザラズゴック変。まず原型機であるインフィニットジャスティスは前作のシードデスティニーで勃発した第2次連合プラント大戦終盤に登場し、ファトゥムを失った以外全く被弾せずに戦い抜いたコズミックイラ73年当時最強格の機体でした。そして終戦後カガリユラース派の依頼によりエリカ・シモンズが秘密裏に改修を行い、インフィニットジャスティス2式へと生まれ変わることになります。当初は支援ユニットであるキャバリア・アイフリッドの性能試験に使用されていましたが、いつしかその存在は秘匿され、外装パーツを取り付けたズゴックとなりました。なぜインフィニットジャスティス2式は秘匿する必要があったのか。公式からまだその経緯は明かされていませんが、ヒントになる出来事があります。それがフリーダム強奪事件です。映画内ではカガリから半年前のフリーダム強奪事件ではオーブはファウンデーションに借りがあるということが語られており、リューシェンチアンが登場するブラックナイトスコードルドラスピネルの初期型と思われる機体がストライクフリーダムを止めるシーンが一瞬描かれています。この事件の時、ストライクフリーダムがまだ2式に回収される前の状態だったことから、インフィニットジャスティスも同じく回収前だったと考えられそうです。また映画内ではストライクフリーダム2式を見たファウンデーション軍のオペレーターがシュラ X208 交戦中と発言していました。ストライクフリーダム2式の型式番号は ZGMF-A262B であり、 X208 は回収前のストライクフリーダムの型式番号なので、ファウンデーションは回収前の機体しか情報がないということになります。こういった点を踏まえると、フリーダム強奪事件でストライクフリーダムが破壊され、インフィニットジャスティスは事件後に2式へと回収した上でズゴックへ偽装してアスランが諜報活動に使用していたと考えられます。なお特典小説月光のワルキューレでは、イザーク・ジュールと共にアグネス・ニーベンラートと当時の彼氏であるレオナード・バルベイが新型フリーダムと新型ジャスティスをキラたちの元へ届ける役目を担っていることが言及されています。レオナードはロゴスの攻撃で家族を失っている人物なので急進派の可能性があり、ファウンデーションに協力する人物であってもおかしくありません。そのためフリーダム強奪事件のテロリストとしてレオナードが暗躍していた可能性があります。このことも踏まえて時系列を整理してみると、インフィニットジャスティス回収の経緯が見えてきます。まずメサイア攻防戦終結後、キラとアスランはそれぞれストライクフリーダムとインフィニットジャスティスに登場していました。そして映画の出来事の半年前に新型フリーダムとジャスティス、つまりライジングフリーダムとイモータルジャスティスが完成。イザークがギャンシュトロームに登場、レオナードがライジングフリーダムに登場、アグネスがイモータルジャスティスに登場して、オーブでアークエンジェルに乗艦しているキラとアスランのもとに届けに来る。しかしやってきたレオナードがストライクフリーダムを強奪し、ブラックナイツがこれを鎮圧した。ここでファウンデーションの動きを怪しいと考えたカガリはエリカを通じてインフィニットジャスティスを秘密裏に回収。完成次第アスランはズゴックという外装を装着し、ファウンデーションの実態を探るべく諜報活動を開始。一方アスランが乗るはずだったイモータルジャスティスは、アスランがズゴックと共にターミナルへ出港したことに伴いパイロットが不在になったので、シンがしぶしぶ譲り受けた。こういった流れになると推察できます。ただ詳細はフリーダム強奪事件が映像化された時か、ハイグレードズゴックのガンプラが発売された時に判明すると思われます。こうしてオーブで秘密裏に回収を受け、ズゴックと化したインフィニットジャスティス2式について、まず内部の回収点ですが、本機はストライクフリーダム2式と同じ全天周囲モニターが採用されています。新型融合炉の搭載と操縦系の更新については
ストライクフリーダム錦はアップデートが施されたとエリカから語られていますが、インフィニットジャスティスについては語られていません。そのため断言はできませんが、劇中のシーンで内部コンソールを見る限りは、ストライクフリーダム錦と共通の仕様に見えるので、操縦系の変更に加えて、新型融合炉も搭載されていると考えられそうです。また、インフィニットジャスティス錦はバリアブルフェイズシフト走行が採用されています。ただ、ズゴックの外装に関しては、移動時にストライクフリーダムがフェイズシフト走行をオフにしているのに対し、ズゴックは色が変化していません。さらに、ズゴックが外装をパージして、中からインフィニットジャスティスが出てきた際、フェイズシフト走行はオフの状態でした。これらのことから、ズゴックの外装はフェーズシフト機能を持たない走行だとわかります。ただ、ブラックナイトスコード芝の単身砲を全身に受けても、中身は損傷一つないことから、十分な耐久性能を持つと思われます。ズゴックの武装としては、まず、両腕先端に、対装甲残画装という名のクローを持ちます。灼熱化させることが可能で、これで格闘戦を行います。また、クロー中央には、重粒子力戦砲という名のメガ粒子砲を持ちます。シードフリーダム公式サイトではメガ粒子砲と記載されていますが、そもそもメガ粒子とは宇宙世紀作品の用語だからか、ゲームアーセナルベースでは重粒子力戦砲という名前になりました。劇中では緑色の光のビームが出ているので、ジャスティス系列機が持つ高エネルギービームライフルと同様の性質を持っていると思われます。頭部周りにはミサイルが搭載されています。ミサイルの砲門は6つあり、作中では弾頭が赤いミサイルを各砲門から1発ずつのみ射出していました。内部にインフィニットジャスティスの頭部や胴体が格納されていることから、頭部に格納できるミサイルの弾数はそう多くないと思われるため、総弾数は各砲門1発の合計6発だけなのかもしれません。次に、新たに開発された背面のウイング、フォランテスです。メサイア攻防戦において、インフィニットジャスティスは、リフター、ファトゥム01を失いましたが、後日談では、再びファトゥム01を装備している姿が見られました。そのため、錦に回収される前は、ファトゥム01を装備していたと思われます。フォランテスは、オーブの国営企業モルゲンレーテ社が開発し、ストライクルージュが装備していたストライカーパック、大鳥の発展系とされているので、錦に回収し、ズゴックに偽装する際に新設計したと考えられます。フォランテスは、機動性が向上し、超高速戦闘に対応できるようになります。また、単体で、突撃用の武器としても使用可能とされているので、ファトゥム01のような運用もできます。ただ、映画内では、フォランテスを射出して使用する描写は見られませんでした。そんなフォランテスは、両翼を折りたたみ、2枚の翼に見える射撃形態、ガンモードと、両翼を広げて4枚に開いた突撃形態、スラッシャーモードにすることが可能です。ガンモードは、ズゴック形態時、スラッシャーモードは、インフィニットジャスティス錦になって以降に使用していました。ファトゥムと同じく、多彩な武装が搭載されています。まず、翼の先端にビーム砲、そして、前縁にはビームブレイドが搭載されていて、この2つを合わせてビームライザーと呼ばれます。ビーム砲とビームブレイドそれぞれに型式番号が与えられているわけではないようです。機首付近には高エネルギー長射程ビーム砲を持ちます。ドッキング時には従来機と同じく肩に構えて正面の敵に攻撃することができます。ファトゥム01はビーム砲の裏側にブレフィスラケルタと呼ばれるビームサーベルが内蔵されていましたが、フォランテスでは廃止されました。エンジンブロック正面には4面装ミサイルランチャー、自立誘導中距離空対空ミサイル、スコルピオが搭載されています。ズゴック初登場時は、バンブビーム砲と合わせて一斉射撃を行う姿も見られました。なお、このエンジンブロックは回転式になっているため、機体の向きにかかわらず攻撃が可能ですが、シバー戦では、これを応用し、エンジンブロックを片方だけ180度回転させて全身をひねり、背面側からビームブレイドで攻撃するというゲイトウも披露していました。なお、ファトゥム01は先端に対装甲ナイフがあり、シュテールラケルタと呼ばれるビームブレイドを発生させて突撃させることが可能でしたが、こちらもフォランテスでは廃止されています。劇中でズゴックはライジングフリーダムを破壊されたキラの窮地を救って登場しました。当初は
ズゴックではなくアッガイが採用される予定だったものの、ビルドファイターズシリーズでアッガイが登場したのでズゴックになったということが明かされていますが、個人的にはズゴックで良かった気がします。シバートの初戦ではフォランテスをうまく使用して姿勢制御を行い、見た目と反した機敏な動きで立ち回っていました。そして戦闘後はキャバリア・アイフリッドとドッキングして離脱し、反撃の機会を伺っていくことになります。キャバリア・アイフリッドは元ネタは機甲戦機ドラグナーに登場したキャバリアーとなります。書籍グレートメカニック G サマーにてドラグナーが1話から登場するとインパクトがないので、最初サンド傘をかぶせておこうとかつて大河原氏が提案されており、本作で登場するのを知った時は驚いたということが明かされています。そんな本機は基本的にモビルスーツとドッキングして運用するサポートメカとなります。キャバリアーがドッキングした機体はアメージングの名が付くため、ズゴックとドッキングするとアメージングズゴック、ストライクルージュとドッキングするとアメージングストライクルージュ、ジャスティスとドッキングするとアメージングジャスティスとなるようです。キャバリアーはエアフォースワンをイメージされたということで、内部に大人数を収容することも可能なほか、長期の任務にも対応できるようになっています。福田監督曰く、アスランとメーリンはここで共同生活をしていますが、キャバリアーの中の様子は常にかなりにわかるようになっています。また地上と月の間をラグなしで通信できる量子通信能力を備えていて、キャバリアーが得た情報は即時にオーブ行政府に伝わる仕組みになっています。劇中ではアルテミスに潜入して攻撃を行っていましたが、これはカガリがリモート操作でアメージングズゴックを操縦していたということが監督から明かされています。さらに後半ではインフィニットジャスティスをカガリが一時的にリモート操作で操縦し、アコードの独身術を打ち破っていました。他にもミラージュコロイドステルスを展開することが可能で、キャバリアーと接触している機体全てをステルス化できるので、劇中ではズゴックだけではなくストライクフリーダムを抱きかかえた状態で透明になっている様子も見られました。劇中でズゴックとドッキングしていた機体がキャバリアアイフリッド0、ストライクルージュとドッキングしていた機体がキャバリアアイフリッド2なので、1号機は登場していません。これもフリーダム強奪事件と関係している可能性がありそうです。武装としてはアグニ系と思われる高出力のビーム砲を2門、6連装式ミサイルランチャーを2門、そして上部に可動式の2連装機関砲を搭載しています。また背部にフランテスを装着できるようになっています。劇中ではライジングフリーダムを破壊されたキラを救出した後、ステルス化した状態でミレニアムに収容。アルテミスではアメイジングズゴックとして暴れ回り、メーリンも一人で要塞をハッキングするという凄技を見せつけたことから、シードデスティニーでアスランとメーリンが脱走するシーンを改めて見た視聴者たちから、メーリンを消そうとした例の判断は正しかったと言われるほど、評価が一変する事態にもなりました。そして再びキラの窮地を救い、本機はその真の姿インフィニットジャスティス錦になりました。インフィニットジャスティス錦がズゴックの中にどのように格納されていたのかは謎が多いところですが、ネットでは多くの人たちがなんとか収納ギミックを再現しようと日々模索しています。ちなみに公式が興行収入40億円突破記念で公開したショート動画では、ズゴックの中からジャスティスが出てくるシーンがありますが、新宿ピカデリーのスタッフトークではこのギミックとしてジャスティスの腕部を肩の付け根から背中側に折りたたむという形で無理やり解決したことが明かされています。映画内ではズゴックの足裏にジャスティスの足が見えているものの、特に上半身の格納は不可解なところが多く、外装をパージした際にレールガンやシールドも出てきているので、深く考えてはいけないデザインになっています。もともとはズゴックをかぶせて偽装するという形でデザインが進められていましたが、それでは中身がバレバレということで、最終的に飛び出した白いアンテナと足裏だけはジャスティスで、それ以外は完璧にズゴックの外観になったということが明かされています。このような経緯から立体化を無視したデザインとして完成したズゴックは、当初立体化の予定はないと言われていました。しかし劇中のズゴックの活躍からバンダイ側でこれはプラモを出さなければならないという判断がなされ、5月のホビーショーにおいてガンプラ化が発表されました。さすがにジャスティス全てを中に入れるのは難しいと思いますが、新たなバンダイ脅威のメカニズムを
見せてくれるかもしれません。インフィニットジャスティス錦の外見や武装はインフィニットジャスティスと似ているようで大きく変化しました。まず頭部です。従来機は側面両側に 14mm 2連装近接防御機関砲が搭載されていましたが、錦ではこめかみに2門のサジットゥス2 20mm CIWS が搭載されていて、2門減少した代わりにより大きな口径の機関砲になりました。なおこの機関砲はジャスティスの機関砲と同じ口径で、型式番号もジャスティスのものが MMIGAU1 だったのに対し、錦は MMIGAU4 なのでインフィニットジャスティスではなくジャスティスの機関砲の後継モデルとなります。胸部に内蔵された4門の近接防御砲はハーゲルアイゼン 20mm CIWS になりました。インフィニットジャスティスのものは口径が 17mm だったので大型になっており、火力が向上していると思われます。こちらも型式番号が MMIGAU26 から MMIGAU17E へと先祖返りしているので、過去の武装の中から性能の優れたものを選び改良していると思われます。なお頭部バルカンと胸部バルカンは劇中で使用されませんでした。腕部は肩のアーマーのデザインが若干変更されましたが、インフィニットジャスティスの頃から変わらず白い突起にブーメランのような武装はありません。高エネルギービームライフルはインフィニットジャスティスと同じものを持ちます。ただしビームライフルは映画内で装備しておらず、フェムテク走行対策として他の機体同様の姿勢35式カイレールマンを携行。近接戦闘時はリアアーマーにマウントしていました。ビームキャリーシールドも改修前と同じものであり、敵機の動きを制限するグラップルスティンガーとシャイニングエッジビームブーメランが搭載されています。映画ではグラップルスティンガーを使用する描写やブーメランを投げつける描写はなく、シャイニングエッジはマウントしたままビームサーベルとして使用していました。腰部周りはフロントアーマーのデザインが変更されました。またビームサーベルの搭載位置は変わりませんが、ビームサーベルは改良が施されアクータラケルタとなりました。ストライクフリーダム2式と同じ型式番号のものですが、2機の間でデザインは少し異なります。脚部に関しては膝から足首にかけて従来機の角張った形状だったのが、ジャスティスを思わせる三角に出っ張ったデザインになっています。強力な蹴り武装はトーニトゥレスビーム銃残脚になりました。インフィニットジャスティスが装備していたグリフォンビームブレイドはもともとナイアのウィングに採用されていたグリフォン2ビームブレイドの前のモデルだったので、かなり古いタイプのものでしたが、錦の銃残脚は名称や型式番号からイモータルジャスティスのカルキトラビーム銃残脚と同系統のモデルと思われます。そのため最新の武装にアップデートされていることが伺えます。そして頭部のビームサーベルスピッツェシュバートビームホーンです。シルバー仮面ジャイアントのトサカの隠しナイフシルバージャックがモチーフとされていて、大型のビームサーベルを形成します。劇中では登場と同時にキャバリアーから射出されたフォランテスを装着し、スラッシュモードで全てのビーム場を展開。フェイズシフトダウンしたストライクフリーダムを守り、シバーと戦いを繰り広げました。コマ送りで見るとなぜかところどころ目の緑色があらぬ位置に描かれているシーンもありつつ、戦いを繰り広げる中、シードデスティニー時代にアスランが渡した指輪をつけたかがりを妄想し、童貞のシラを翻弄。一瞬シールドを投げ捨ててサーベルを右手から左手に持ち替え、すぐさまレールガンを取り出し、シバーの右腕を撃ち抜きました。この動きをリモート操作でかがりが行うという見事な連携を披露しています。しかしシバーは右腕を破壊される瞬間、右手にサーベル、左手にシールドを装備していたはずが、次のコマでは左手からシールドはなくなり、もう一本のサーベルを取り出して持っているので、シュラも右腕を失う一瞬で次の行動を取ることができる凄腕のパイロットだということがわかります。激闘の先にジャスティスは右腕の肘上あたりを切られました。なぜか切られていないはずの肩アーマーが地面に落ちているというツッコミを受けるシーンでもありますが、ビームホーンでとどめを刺して勝利しました。そしてキャバリアーの上に乗ってシンたちと共にレクイエムへ向かい、そのまま破壊に成功。作戦後はアメイジングジャスティスでかがりの元へ向かい、アメイジングストライクルージュとオートリパックと共に飛行する姿が描かれました。なお初期案ではかがりの妄想シーンはなく、シュラがアグネスを撃って
それに激高したアスランがシュラを倒すという展開だったものの、それだとアスランがかっこよすぎるということで、オチとして妄想シーンが追加されたことが明かされています。余談ですが、書籍グレートメカニック G2024 サマーではインフィニットジャスティス錦ができるまでについての話が描かれています。まだ名前が新ジャスティスとされていた頃の最初のメモを見ると、肩にはビームブーメランがあり、リフターもジャスティスのファトゥーム00に近い印象を受けます。ジャスティスに近いデザインで、武装周りがインフィニットジャスティスという感じでしょうか。ただ、初行のラフを見ると、肩のブーメランはなくなりましたが、両腕にストライクフリーダムのようなビームシールド発生器がついていたり、胴体はイモータルジャスティスに近い印象を受けます。この時のリフターはかなり大型のものなので、もしかしたら当初はキャバリアーは存在せず、その機能を全てリフターに集約していたのかもしれません。第2項を見てみると、リフターは現在の形状に近くなっていますが、エンジンブロックがジャスティスに近い大型のものになっています。フォランテスはジャスティスが上に乗るにはサイズが小さい感じがしますが、このリフターであれば上に乗って移動することもできそうです。デザインはイモータルジャスティスに近い印象を受けます。最初のメモは2006年に描かれたとのことなので、もしかしたら当初インフィニットジャスティス錦のデザインとして進められていたものをイモータルジャスティス向けに仕上げて、インフィニットジャスティスは原型機の発展ということでインフィニットジャスティスに近い形状にしていったということなのかもしれません。本書籍には本作のデザインに関する面白い話がいろいろ書かれてあるので、あの感動をもう一度見たい方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。